はい、というわけでですね、次、デディコングレーシングですね。こちらね、解説の方、来ていただいておりますので、ご紹介させていただきます。解説のアルフレさんです。よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。はじめまして。聞こえていますでしょうか？リキャップ面白かったですね。濃かったですね。ちょっと日本人の方とかが。はい。はい。というわけで、今回ですね、次のゲームの DD コングレーシングの解説を担当させていただきます。アルフレと申します。よろしくお願いします。DD コングレーシング、一体どういったゲームなんでしょうか？はい。DD コングレーシングは、1997年に、国内と海外で発売された、レースゲームですね。こちら25周年ということで、めでたいですね。開発は、ドンキシリーズとか、バンカズシリーズでおなじみのレア社が担当しています。はい。で、ゲームの特徴としては、レースゲームには珍しいんですが、ストーリーモードがありまして、アドベンチャーとかっていうモードがあって、そちらでなんかストーリーの形式のものがあるんですが、今回はそっちはやらないのでスルーします。で、あとですね、乗り物が一つ、カートだけではなくて、ホバーとか飛行機といったものが登場します。はい。というのと、あとですね、この DD コングレーシングはかなり実力差が出るゲームで、例えばマリオカートシリーズでは、サンダーみたいな、アイテム使ったらこう一気にひっくり返るみたいなアイテムがあると思うんですが、この DD コングレーシングはアイテムがそんなに強くないので、もう上手い人がそのまんま1位取ってずっと上位でゴールするみたいなかなり実力差のあるゲームですね。はい。ということで、ちょっとコメントにもありますが、この翌年に、1998年にバンジョーとカズイの大冒険が、発売されて、その主人公のバンジョーが出たりとか、あとそのあとですね、主人公になるゲームが出るコンカも出ます。はい。当然 DD も出ますが、今回は多分使わないと思うので、そちらもご了承お願いします。はい。ゲームの概要としてはこのような形ですね。はい。ゲームのある程度見どころだったりとかっていうのはあるんでしょうか？はい。じゃあちょっとカテゴリーの説明になるんですけども、今回走るカテゴリーは、オールトロフィーレーシズということで、先ほど説明したストーリーモードのアドベンチャーとか、そのハードモードのアドベンチャー2っていうものがあるんですけども、もう一つそのレーストラックモードというので、これフリーで各コースのタイムアタックと、トロフィーレースというものが走るんですが、この全てのトロフィーレースを走ります。でトロフィーレースというのは、ストーリーモードの各、5つのエリアに、それぞれ4つのコースが割り当てられていて、でそれを一気に走って、で、順位が高い方が点数が入って、でそれを合算して点数が高い方が、金トロフィーもらえるみたいな、マリオカートシリーズの、キノコカップとかスターカップとかその辺を、覚えてと同じものだと考えていただければいいと思います。はい。ありがとうございます。で、AGDQ の昨年にその 100% というのが走られていて、で実は走り方的には大体同じなので、その見たことある人はもしかしたら知っているかもしれないです。はい、でテクニックとかもほとんど一緒ですが、基本的には各レースを最速で走ります。はい、というのと、いくつかDD コングレーシングならでは途中で壁を抜ける箇所がいくつかありますので、そこの解説をちょいちょい入れていきます。はい。でトロフィーレース中にももちろん使えるので、そちらを使っていきます。で壁抜けは許可されているので、それは使っていきます。はい。レースゲームなのに壁抜けとは一体どんなものが見られるのか楽しみですね。壁抜けちょっとやりますので、はい。
まあ、結構ですね、まあ、コメントでいろいろ言われてますが、スピードがだいぶ速いです。はい。まあ、単純にレースを走るだけのカテゴリーなので、エニパーとか100%みたいに、なんか特殊なバグはないんですけど、もう始まりそうですね。はい。まあ、トロフィーレースどこから走っても、5つのうちどこから走ってもいいんですが、多分一番上からですかね、全員走るのかなと思います。はい。日本語版使うんですね。日本語版を使いますね。はい。で、これの理由は、まあ、先ほど説明したちょっとバグのために、はい、使うので、それは後々明らかになります。明らかになるというか、バグ用に使うんですが、はい。Bio and Trident Tail. The top 3 in the category. So, yeah, this is going to be a good race.カテゴリーのトップ3だそうです。そうです。操作の説明を、してなかったんですが、右上のスイナードッグさんが、世界1位で、左下のオピオさんが世界2位で、左上のトライデントテールさんが世界3位です。はい。すごい。まあ、オビオさんは去年の、100% も走られた方ですね。はい。で、その他の2人は、まあ、コメントで出ていた方です。はい。激強メンツですね。はい。頂上決戦です。この配信で記録が出てもおかしくないので、ちょっとそこも期待してます。Generally, when people run this category, they do it without the music because it adds lag. So yeah. Gotta love N64 hardware doing their best. So. 細かい走りのテクニックはレース中にやっていきます。But the music is so nice. Yeah, I think we're about ready to go. Yeah. I also want to see that I just want to mention one thing, and you see that the 3 learners have different screens. Like Sweener and Trident do not have that extra thing. It's because they have set the card up with not unlocking adventure 2. わかりそうですかね。4 inputs over the course of the run. So しばらくお待ちいただければと思います。Tiny thing. Yeah. そうですね。このお三方は結構他のカテゴリーでも記録を出されていて、トライデントテールさんは Any% で世界1位とか 100% で世界1位。始まりましたね。はい。取っている強強のです。はい、グッドラックです。最初のエーシェントレイクですね。サンシャインレイクですね。ごめんなさい。英語に寄せられました。はい。まず解説になりますが、まあ、このトロフィーレースではダッシュバルーンというものが各地に配置されているので、それを取っていきます。というのと、バナナが各地にあるので、それを10本まで取ると速度が上がるので、それを取っていきます。はい。で、ダッシュを踏んでいきます。で、このダッシュを踏む瞬間と、ダッシュバルーンを使う瞬間にアクセルボタンを離すと、ダッシュの速度が上がるというテクニックがあります。アクセルオフダッシュって言われていて、それを使っていきます。速い。速いですね。次、夕焼けキャニオンです。はい。ここもバナナを取って、アクセルオフダッシュを使って、で、1周目はバナナを集めていくという形になりますね。はい。These vehicles don't stick to the ground very much. You'll see them on every little bit of terrain, just kind of bouncing and flying around. ちょっとこれ画面では分かりづらいんですけど、普通に走っているときは、アクセルボタンを押しっぱなしにするよりも、連打した方が早い。ちょっと早いというのがあるので、おそらく見えないところで皆さん連打されてると思います。ダッシュをしていないときとか。はい。そうですね。今使っているキャラクターは、TT というキャラクターで、隠しキャラクターになります。
all of them have been really excited to this for this で、 one. 加速度と最高速度も速いです。まあ、全キャラ中かなりトップクラスですが、まあ、その隠しキャラだけなって、その出すのがちょっと難しいっていうのがあります。はい。速いですね。次、ジャングルフォールですね。はい。バナナを詰めて、アクセルをフラッシュ。で、ここちょっと跳ねると、そのまま速度が維持されるので、まあ、わざとダッシュ中に跳ねたりとかっていうのを入れていきます。Yeah, exactly. And so when you practice for this game and you try to run, you can actually expect where the characters are going to be. テクニックがなくなったら、まあ、実況によろうかなと思うんですが、左下のオビオさんが今トップですね。速い。So yeah, sometimes you see them drive into them. Alright, it's still really even. はい、このマグマ火山です。ここやります。はい。はい、ここですね。ダッシュバルーンを取ってダッシュしながら、ローリングして溶岩に突っ込んで壁抜けます。はい。抜けました。あ、全員抜けてます。はい。で、コースの内側を走っていきます。はい、でこれ気をつけないとコースに戻ってしまったり、逆走判定を食らってちょっとややこしいことになってしまうんで、そこは気をつけていきます。抜けた後も気を抜けないです。はい、なんで抜けるのっていうのはありますけど、抜けれるんで、ね。はい。そうですね、飛行機も一応 A を連打すると速くなるんですが、まあ、それ以上に先ほどのローリングというのをし続けると、速く、走ることができます。速く飛ぶことができます。さあ次のトロピカルゾーンのクジラビーチですね。次はホバーですね。でホバーのテクニックとしては、R ボタンを押しながらこう蛇行運転のような感じで動くと、スピードが上がります。なのでこれを、まあ、常にやっていくという形、直線とかでは常にやっていくという形になりますね。はい、アクセルオフダッシュもやりながら、ホバーも A ボタン連打が使えるのでそれもやっていきます。はい、結構ホバーは忙しいですね。Hovercraft tends to be one of the more difficult vehicles to pick up. はい、このクジラの上を乗ってショートカットをダッシュしていってっていう形で。Oh yes, you can expect to have a lot of. 次、海賊島ですね。こちらもホバーで同様に進んでいきます。はい、Just like playing guitar. Yep, exactly. 蛇行運転と、まあ、ダッシュを繰り返して、このステージも特に狭いので、その洞窟のところとかは注意しますね。オビオさんダッシュゾーンに入れなかった。ということで、見ない間にスウィーナードッグさんが1位になっている。並んでますね、これは。はい。最後のダッシュして、青バルーン取ってっていうのも難しいですね。はい、次は三日月アイランドですね。最初は左の方にダッシュゾーンがあるので踏んで、で1周目はバナナを集めていきます。でこのステージはダッシュバルーン以外にその赤のミサイルとが、バナナの緑バルーンとかがあるので、それを CPU が使ってくると面倒なので、ちょっとその辺はお祈り要素でもあります。ここもその船の間が難しいです。ちょっとスミナドッグさんの画面見てます。
この最後のゴールの手前を抜けます。Crescent Island is honestly just aesthetically speaking アイテムは確定ですね。はい。It just looks really, it's nice, it's satisfying, the music is great, and launching through the air. Ooh, Sweener just got stuck on the bridge. Got that nice. この船のところが特に難しい。Go over the bridge, but hit that wall instead. Yeah, and he gets stuck there at the end as well. But 大丈夫か。Yeah. One of the hardest turns in the game, trying to slip in between that post. いや、このゲームは本当に難しいです。はい。Sometimes you can just get caught completely. 次トレジャードームですね。このステージは1周目バナナを集めるのも同じですが、そのダッシュバルーンと、ダッシュゾーンを使ってめちゃくちゃ速く進んでいきます。ダッシュゾーンが踏めてないので、また順位が入れ替わってますね。トライデントテールさんが1になってる。Yeah, and I think Treasure Caves is one of those tracks that you don't really like in this category because even though it's very short, it's extremely バナナを10本まで取れれば取った方がいいので、そこの差もありますね。To be consistent here, as you can see, they like boost into the cave and try to land on top of the boost, which is very difficult to do. やはり同時にゴールしました。これでトロピカルゾーンも終わりですね。We saw as he launched into that cave, he had just a whole mountain of them covering that boost track. Yeah, and he's eating up bananas, suiting, you know, his 解説のテクニックとしてはもう大体話したんですが、この通りちょっとなんか食べてます。食べてる。はい。次にフローズンマウンテンですね。ここは飛行機で、この最初はバナナ集め、で、バルーンとダッシュゾーンです。で、飛行機は、地上のダッシュゾーンも踏めるので、それを踏めるところは踏んでいきます。で、ダッシュ中にローリングをすると少し速度が維持されるので、それローリングできるところは当然やっていきます。普通にローリングしてもちょっと速いので、ローリングできるところやっていきます。Plane is different in the regard that you don't really want to hold anything. You want to hold on to R at all times unless you're いかにダッシュゾーン、地上のダッシュゾーンを踏めるかっていうのもポイントですね。速いですね、ちょっと。地上のダッシュゾーンを踏めたらもうガンガン進んでいくので速いです。はい。トライデントテールさんが今1位ですね。Exactly, because you don't want to lose your boost speed, and the barrel rolls gives you a tiny boost, and of course the balloons and the スノーコースターですね。 give you bigger boosts. はい、コースターは右に張り付くと速いので右に張り付いていきます。あとはバナナを集めて、ダッシュとやっていくという形ですね。On that, and I just want to say that Sweden got a 55 there, which is actually insane. この最後の凍ってるところに入ると跳ね返されてしまうのでそこに気をつけます。 One of the best times you can see. And plane is one of the more unforgiving vehicles as well because if you hit a wall, you're duct taped to that wall for about 5 minutes. Feels like. Yeah, I think like to be more, you know, specific, I think it's around 5-6 seconds. Which is, you know, a lot in this game. 同じぐらいですね。もうテクニックとしては今説明したものをどんどんやっていくという形になっていますね。はい。あとはもう壁にぶつからないのと、CPU に邪魔されたりしないようにっていうところですね。CPU がダッシュバルーン取ったりしてしまうので、とか、罠をいやらしいところに置いたりとかしてくるので、それがないようにするっていうお祈り要素もあります。出てくるアイテムは固定ですね。なのでもうほとんど同じような動きをしていると思います。I also want to mention, I'm not sure if people notice, but if you hold right on the 雪だるまランドですね。で、左にダッシュバルーンが2つあるので、それを取っていきます。で、ダッシュして、で、ここの雪玉が転がってくるので、ご注意で。はい。で、あとはダッシュしていってという形ですね。ここも、オビオさんが踏まれてしまった。Don't drive cars underneath snowballs. 10 out of 12 doctors agree that that's a bad idea. The other 2 doctors also agree that that was a bad idea, but they were on lunch, so we didn't get to gather their thoughts in time. Exactly.
And トライデンテールさんも踏まれてしまった。なんか地味に雪玉が直に狙ってきたりとかするので、ちょっと厳しいですね。はい。クリスマス村です。And so now we're in Frosty Village, which is one of the laggiest courses in the game. Even with music off, their frame rate just kind of chugs through because the N64 could really only do so much. やることは同じで、You're gonna see some fancy bounces through here. Those jumps on the hills and the tree areas. ここは特に後半にその緑バルーンが結構あるので。その CPU が罠を設置しないように気をつける必要がありますね。That's what it is. Yeah, it's an old drawing. ちょっと解説が漏れてましたが、同じバルーンを複数取ると、レベルアップして、特に罠とかも強くなったり、ダッシュのスピードも上がったりするんですが、ダッシュバルーンはだいたい1つか2つで使うことが多いですね。3つ取ると結構速くなるんですが、あまり使うところがないので、1つもしくは2つで使っていきます。結構トゲトゲの罠が置かれてますが、さあ、ビオさんが1着で抜けていく。Yeah, 105, low 105. I just want to say that that's extremely solid. All of them got good times. It's really easy to lose time because, you know, if you 次はドラゴンゾーンで、最初はリバーパレスですね。So now we're getting into Boulder Canyon, which is my least favorite course. It's another hovercraft course, which are already really tricky. You can see right now they just use those boosts to launch along the wall. So in hovercraft, sometimes it's actually beneficial to hit a wall on the side. で洞窟の中が少し処理落ちが激しいので、その CPU とかが入ってくると結構処理落ちしますね。So using those boosts on that turn helps them really get through that little section really quickly. You're going to see it again on Obio's screen and then Sweener's. このステージはその跳ね橋の上に影があったりとかちょっとアドベンチャーでは結構苦戦された人もいると思いますね。シルバーコインは本当に許さない。In the beginning, they actually get a double, you know, the power up. And here for Obio, and he boosts into the next one, so he can extend the boost for as long as possible. あまりホバーはジャンプしてもそんなに減速するので、なるべく地上にいた方がいいですね。カートとは違ってあまりジャンプするところは抑えた方がいいです。そうですね、このコースは、その城にいる時とか、その中の洞窟にいる時とかで曲調が変わります。はい、続いてグリーンウッド村ですね。Greenwood Village, it's Sweener's favorite, so let's see if he can get ahead again, because it's one of Obio's least favorite. このステージもすごく緑バルーンが多いので、その CPU に邪魔される可能性が高いので気をつけます。で、最後のこの S 字がちょっと難しいので気をつけます。小木さんは当たっていますね。本当に接戦ですね、これは。Because of how tight a lot of those turns are and the speed that we're going at. Looks like all of our runners are going pretty cleanly through the course. Yeah, for sure. Pretty good time. Yeah, and all of them are actually using the short turn. ゴールのダッシュの手前とかに罠を置かれるとすごく面倒ですね。One of the greatest mechanics in this game, in my opinion. 坂道はダッシュでジャンプします。レスリーナートックさんが今1位に躍り出ている。ダッシュミスらずにゴール。As I predicted before, Sweener had a really clean one. さあ、風車カントリーですね。はい、このステージはやります。Yeah, this is the big one. はい。で、バナナを最初集めて、extremely tight, but this track has the hardest out of bounds. やります。次の洞窟抜けたところで、ダッシュして、で、ダッシュバルーン使ってローリングで山の間を抜けます。はい、抜けました。はい、全員抜けました。はい。で、抜けたら、コースを四角みたいな形でこう動いていきますね。はい。
コースの下の方を四角っぽく動いていきます。トライデンテールさんが今、ローリング後ろにローリングしてしまいましたが。Exactly. I thinkここも元のコースに戻らずに、逆走せずに、かつローリングでスピードを稼いで、さあ、スミナさんが速いですね。ちゃんと RT してます。はい。続いてゴーストウッズですね。このステージも緑バルーンが多いので気をつけたいところですね。お祈り要素ですね。で、ダッシュがゴール手前にあるので、これを踏めると速いですね。Yeah, exactly. And Haunted Woods, another inconsistent track, but they're all doing really well so far. 結構このステージはガタつく後半、中盤から後半にガタついてるところが多いので、そこが注意が必要ですね。So that's something that can happen is that the 結構差が開いてきましたかね、スウィナーさんとかの方で。あ、撃たれました。本当に差がないですね。結構壁に当たったりすると差ががっつり開くので、結構皆さん、リカバリーもそうですけどうまくやってますね。バナナを食べていく。次フューチャーゾーン、これ最後ですね。もう最後ということでスターダストアレイですね。はい、でここは地上のダッシュゾーンもいくつかあるので、それを使ってでローリングでダッシュの速度を稼いだままで、トンネルは下のダッシュゾーンがあるのでそこを通ります。飛行機も、R を押したままでローリングするときは R2 回押してっていう形でやっていると思いますね。はい、もちろん A 連打も必要なところでやっていきます。これ接戦ですね。だいぶ。全然差がない。木に激突して少し遅れが出ているのがトライデンテールさんかな。ローリングしないところは飛行機は A 連打しているところがあるかなと思います。はい。次、ダークムーントンネルですね。This race is so good. Like I can't believe how well they're playing actually. And they're still like really close. Like this is really amazing seeing a race get so close to the end. ここのデコボコ地帯がちょっと難しいです。これダッシュゾーンも忘れないように踏んでいきます。This section, I would consider this one of the more difficult. ここでちょっとバグ技があるんですが、やるかな？オビオさんがちょっとやろうとして失敗してますね。ここで最後のループでドリフトしながら右に入ると、ちょっと壁抜けっぽいことができます。はい、それにちょっとトライしていると思います、オビオさん。他の方はおそらくやってないかなと思いますね。So yeah. ここも引っかかるポイントが結構洞窟の中とかにあるので気をつけていきますね。オビオさんがやりましたね、これは。これで最後のコースターを抜けます。はい。成功しましたね、これは。去年もなかなか成功してなかったんですが、決めてきましたね、これは。Getting that boost and kind of going at a hard angle to the side, and it just kind of shoves you off the loop, but this course still tries to carry you along it. So that big like launch in the air kind of carries you, and you can angle. ただ順位はスイナーさんが今わずかに1位。Rare treat to see in an ATR race. So レスターシティですね。
Now in Star City, one of the prettiest courses. 最初の上り坂、ここ落ちるとすごいタイムロスになるので気をつけます。でダッシュ取ってダッシュしてちょっと浮きます。でこの道のところはところどころにあるダッシュゾーンと、ダッシュバルーンをちゃんと取っていくっていうところが大事ですね。And this one's tricky in all three of them, but so visually satisfying. Look at all those colors. ちょっと分かりづらいですが、急に曲がるところは少しブレーキの B ボタンを押して、急旋回するとか、ちょいちょいやっています。同時に全部見れなくて、また時間があるときに、アーカイブで見直してもらえると助かります。And you've seen like in the tube there when Sweener just went through it. インをなるべくつけるところはついていきたい。ダッシュがもう踏めてない。もうスイナーさんとビオさんが同じぐらいになってますね。これは、はい、サスペスポットアルファです。はい、ここでやります。ここで、日本語版のロムを使っていると限定で壁抜けられます。はい。バナナを集めて、シールドで安全になりながら、ここの上空いてます。はい。出ました。これ日本語版のロムだと空いているということです。でこの後は、コースを三角の通りに進みていきます。はい、空いてるんでね、はい、でも空いてるんで使っていくということで、早いですね。さあこれどうだ？オビオさんとスイナーさん同じぐらいです。ここでゴールしたらタイマーストップですね。はい。Wow. That is a crazy close race. I can't believe that such high level. GG でした。It's actually ridiculous how good this is. Crazy consistent from all three runners. タイムはオビオさんが23分37秒は世界4位相当の記録ですね。これは速いです。すごいですね。本番の場でそういう記録を出せるのは本当にすごいですね。はい、これは本番で、これはもうすごいです。しかも全員がほぼミスなしなので4秒差、5秒差、これはえぐいっすね。ワールドレコードは23分18秒なので、ワールドレコードと比較してももう十数秒というところですね。Amazing race. バナナ食べてる。勝利のバナナということで。Right, or it feels like you're having a bad time. As long as you focus in and keep driving and keep going, a lot can happen in these kinds of races. So, really impressive all around. Double thumbs up from Sweener. Love to see it. Yep. この曲ってここの曲なんだ。聞いたことあったので。なるほど。リザルトの曲なんだ。リザルトの曲。はい。お疲れ様でした。はい、というわけで、すごかったですね。というわけで、ディディコングレーシング解説来ていただきました。アルフレさんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。何か宣伝等はございますでしょうか？宣伝は特にはないんですが、もし、このカテゴリーは結構走りやすいカテゴリーで、他の N2% とか 100% に比べるともう走りのテクニックが純粋なところなので、もし興味を持たれた方はぜひですね、中古屋に行って買っていただければと思いますというのと、本当にスイッチオンラインで配信されることを本当に願っています。そうですね、バンカズ来たから結構ありそうですね、これは。ありそうな予感がするので、ちょっと任天堂さんどうぞご検討のほどよろしくお願いしますということですね。はい。はい、というわけで任天堂さんよろしくお願いいたします。はい。はい。じゃあどうもアルフェさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ちょっと解説も初めてで、ちょっと拙い点とかあったかもしれませんが、楽しんでいただけたのであれば幸いです。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ではですね、次のゲーム等の準備もございますので、一旦、失礼させていただきます。今後とも、GDQ およびジャパニーズイストリームをよろしくお願いいたします。ということでね。では、少しの間失礼いたします。Love you, buddy. And we've got more coming up, but don't you go away. We're going to send it over to a quick ad from our friends over at Twitch.